こんばんは、村岡正則です。今日はですね、おかっぱりのシーバスにやってきてます。東京にほど近い小さい川に来ております。稲子ゲームやろうと思ってたんですが、今朝ですね、大雨がありまして、稲子ゲームというのは雨が降ると稲子が結構移動しちゃうんで、どうなるかなって感じなんですけど、今ちょっとポイントついてみたら、稲子が移動してたんで、稲子探しをしながらお伝えしようかなと思います。今日一緒に釣り来た人が一人、この方です。こんばんは。なるみちゃんです。さっきまで中尾さんのね、ロケを一緒にやってて、そのままハッスルラーメン食ってきましたよね。ニンニク臭いんでね。ニンニク臭いね。お互いね。ハッスルラーメン食えたなら、ぜひ、真ん中のラーメン弁慶挑戦してほしいです。若いうちしか食べらんないんで。あ、そうなんですか。まだ食べれますかね。あ、全然いけると思う。多分だジロー好きなんでしょ？ジロー大好き。あ、絶対いけると思う。そうですか。普通盛りで食べてください。やってみます。でちょっとね、やっぱ移動しちゃったと思う。だからまあもうちょいやって、魚探しましょう。そんな感じでやっていきます。移動してきました。結局ですね、あの後小さい川を3カ所かな、他にも見たんですけど、稲子見つけられず、結局本流に出たんじゃないかと。相当冷たい雨、なんか雪積もったとこもあったらしいんで、相当気温冷えてる。本流筋出てきました。ここでちょっと最後一粘りして、今日はずっとロケやってたんで、本流筋だとあんまり上だと出ないですよね。表層だと全く出なくて、中層ばっかり出るっていう。1月そんな釣りだったんですけど、2月一気に3月の釣りにどんどんなってって、冬が寒くなかったせいか、あったかい時のパターンなってっちゃったなと思ってたんですが、自分が沖縄行ってる間にこの寒波ですね、東京3月8日の朝方雪だったんで、それぐらい降った冷たい雨をね、雪が降るぐらいの雨、それなり降水量もあったので川もぐっと濁ったんですけど、多分水温が一気にゴーンと下がって、反対に2月の雰囲気になりましたね。冷えては暖かくなって、冷えては暖かくなってで、3月4月っていうのは雨でダメになって、数日ね晴れが続くと良くなるんですけど、そういう傾向がありますが、ダメになった日の最初の夜って言ってもいいんじゃないかなと。中尾さんとのロケはボートで出てたんで沖に行ったんですけど、もう沖はむしろ雨水のおかげで水量がアップしたせいか空前の入れ食いでしたね。今スネコン150投げてるんですけど、昨日、トカラ列島でスネコン 220S で GT34 キロ釣ったんだけど、スネコンってすごいルアーだなって、自分で作っといてなんですけど思いました。フルキャストして着水したら10秒待って、ただスーッと巻いてくるとですね、沈むときは頭が重いんで頭下がりにスネコン沈んでいくんですね。こんな感じで10カウントしたところから引くとこうスーッと上に向かって S 字描くんですよね。220はもっとすごいそれが顕著なんですけど、3メーターぐらい沈んだところから水面に向かってふわーって S 字描く、このアクションにドカーンと出るんですね。たくさん出ました。いよいよエースルアーになったかなっていう、それぐらいの確信を持ってね帰ってきましたね。当たりますか。 4,5 メーター先に駆け上がりがあるんで、多分トップじゃ出ないから、この水面だと1メーターか2メーター沈めたレンジで駆け上がりの上通す感じ。スネコンかブロイン140かスカーナッシュとかかな。そういえばドクター中松って釣り人知ってる？知らない？調べちゃったのか。めちゃくちゃ面白かった。ドクター中松は確かに若い人は知らないかもね。都知事選とかも出てたんだよ。結構貴重な発明、灯油のシュポシュポポンプ、あれが偉大な発明だと思う。本当そうやって残ったやつと、失敗的な発明も山ほどあるけど、そんなもんだよね。すごい、もう吐く息が真っ白だよ。これ6度とか5度ぐらいじゃないかな。スネコンの音って面白いよな。50メーターぐらい上流とか下流でも、今スネコン投げてんだなってわかるんだよね。着水音とか投げててもスネコンの音カラ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 っつって、着水音もさドバーンじゃなくて、なんとも言えない表現できない音するじゃん。パシャンみたいなさ。稲子結構いるね。稲子当たる、ゴンゴンゴンってイメージとしては。80オーバーのスズキがこの揚げ潮で50匹ぐらいは左から右に上がっていくの。でも相当自信のあるイメージ。でもいつっていうのは何とも言えなくて、そこにうまく食わせたいんだよね。でももうさすがに GT で疲れてハッスルラーメンも
2時間ぐらいしか持たない。わあ違う、稲子だ。稲子にしてはどでかい衝撃が来た。発する効果が2時間しか続かなかった。ニンニクも入れたのにさ。もう切れますね。私はもう切れましたね。てか元気だよね。本当に。さっきボートであんなに釣ったのにまだ釣り足りないってすごいよね。こでかいのが釣れることう。なるほど。いやでもすげえ嬉しいことがあったから、さっき中尾さんから聞いたさ、 TK に認知されてたっていう憧れの、俺と同い年のスーパースター TK さんに。いや嬉しすぎるなちょっと。でも今年は暖かかったせいで釣り人がすごい出てて、80オーバー90オーバーすごい釣れたの。例年の3倍ぐらい釣れてて、で魚が多いってよりはアングラーが多いんだよね。それこそだから10年前20年前のもっと寒かった頃、3、4度なんだと思うんだけど、釣り人全然いなくてさ、いるのはなんか顔見知り的な本当にガチな人たちばっかりだったんだけど、この間もここ来た時もそうだけど、すごい人多いじゃない。だからやっぱ釣れるんだよね。あー違う、稲子に引っかかって一瞬持ってかれた。あーもうルアーが冷たいもんな。上がってくるルアーがこんな冷たいんだから、相当水温下がっちゃったな。スガイル行くか。なんかいっぱい飲んだんですか？大荒れだったんで疲れてっちゃって、俺ともう一人以外はもうグロッキーで、夕ご飯も最低限食べて寝ちゃうみたいな感じで、ずっと嵐、風速15メーター、うわやばいな。私絶対酔うわ。波が5メーターぐらいだったからすごかったよ。でもその方が釣れる。その方が釣れる。だから実際30発ぐらいは出たんじゃないかな、水面に4日間で。あ、そうだ、6月の123で片山成美の GT チャレンジやりたいなと思ったんだけど、ブルブルアンバサダーとしてのどうでしょう。宮古島カメラマンは誰か来てもらって、釣れますかね。それはまあ一番いい時期かもしれない。宮古島だったら特にスネコンが最強の時期だと思うな。グルクンパターンと言われるすごい面白い釣り、前回浜さんの時もあったけど、ナブラっつってジャワジャワジャワってやってる近くに投げるとすごい高確率でドカーンって出る。キャンセル待ちしてたらキャンセルが出て回ってきたんだよね。でも即決でその予約もらいますっつって確定はしたんで、あとはどういうテーマで撮るかで、なんかせっかくならなんかのテーマでね撮ったらいいじゃん。やりますか。じゃあやりたいね。3日間投げられる、はい。とうとう浜さんから引き継いで。まあでもスネコン180だしいけるかもしんないな。確かにコースガエル釣れそうなのに。切れちゃった。下流の方が良かったかな。ちょっと網はいるけどな、このタイミングじゃない気がすんだよな。釣れそうだと思う。五分五分っていうか7割はダメだと思うんだけど、他の状況よりはマシかなって感じ。まあでももう3時だ。あと10分ぐらい、10分15分やったら帰りましょう。ちょっと照明のバッテリーが点滅し始めたんで、録画の方ももうすぐ終わってしまいそうですが、どうしようかな。ボツじゃなかったとしたら出ますので、すみません。こんな感じの動画でした。ご視聴ありがとうございました。一回締めておきます。今3月前半なんですけど、東京にいるとね、花粉が本当にひどいですね。去年よりね多くないっていう予報でしたけど、東京にいる日数とか、まあ飛んでる日と飛んでない日があるじゃないですか。その飛んでる日こうガードしながら浴びてる量からしても随分症状がひどいなって感じで、でも3月だと自分はこの後シンガポール行って西表島に行って徳之島に行ってっていう日程があって、東京にいるのは4日間ぐらいしかないんですね。それでなんとか花粉症の厳しいシーズンを回避して、4月上旬は東京にいるんですけど、だいぶ花粉もね落ち着くんで、落ち着くといいなと思っております。昨日トカラ列島から帰ってきて、今日ねやっぱり警戒してたんですけど、やっぱり昨日すごい冷たい雨で、雨と雪になって
まあ、花粉ゼロで、今日も朝からずっと冷え込んだままだったんで、多分ほとんど飛んでないんですね。今日は非常に楽な一日で、明日から非常に多いってなってたんで、明日お墓の見学とか契約しに行かなきゃいけないんで、それが憂鬱です。花粉症はヨーグルトが効くとか、途中茶が効くとか、いろんなものが毎年流行りますけど、自分も試すんですが、藁にもすがる思いでいろいろやりましたけど、浴びないのが一番。その中でガンガン釣りに行くので、浴びるんですけど、花粉を部屋の中に持ち込まないように換気扇を回さないでとか、吸気口を閉じとくとか、空気清浄機しっかり回しとくとか、それで部屋の中の花粉をゼロにする努力をして、で外で浴びたとしても帰ってきたらもう真っ先にお風呂入って、全身の花粉を洗い流すんですね。目の中も洗うし、体温と同じ36度ぐらいまでね、ぬるめのお湯にして、鼻からしっかり吸っては、口から出してって感じで、粘膜をしっかり洗って、全身洗って、で家にいる時間。その時間を花粉ゼロで過ごすとだいぶ楽ですね。それやらないと家の中でも花粉に暴露され続けるとやっぱ体が休まる暇がないんでどんどん症状が悪化してくるので1日のうちの8時間でもいいし可能なら12時間ですね花粉ゼロの時間を作るととても楽です。で外はまあマスクしたりメガネしたりいろいろやるんですけど撮影してたらマスクなんかできないし目もねメガネするとしないで全然目の中に入ってくる花粉の量減るんでうちのメガネはしてるんですけどそういう次元じゃなく結局は大量に浴びますから浴びた後ですね速やかに花粉を体から除去する、それと花粉症の薬を飲んでおくこと充血しちゃったりとか腫れ上がっちゃうような感じはなくなったしもう生きてんのも辛いみたいなこともなくなりましたね。目がかゆいなとか鼻詰まりがひどいなぐらいで終わっていくのでそんなこんなでこのままやり続けてワンチャンスあるかないか。本来2月の釣りこんな感じだったんですけどね今年はすごい釣れ盛ってましたけど GT 遠征終わって帰ってきて最初の夜が激渋の甲板の中の釣りになっちゃいました。さあ帰ろう。出た？目の前私のドアじゃないですけどライズだったあれライズだった。稲子じゃなかったね。田舎じゃないと思う。帰ろうぜって言おうと思ったけどそれを聞くともうちょいやろうあと10頭ぐらい投げようか。じゃあ今のライズが波紋を遠くで見てたんだけどジョーンってなんかボラ鳴きがすごいするけどシーバスだとするならバチか網に出てるような感じだと思うんでエグい度とかいいと思う。エグいっすよ。東京楽しんでますか？ホームシックにはなんない？お家帰りたいですけどじゃあこっちでなるほ楽しめます。美味しいものが多くて困る。ど。京都も多いでしょ。ぼったくりぼったくりフードが多いんだ今時点で東京で一番うまかった食い物何？銚子丸。銚子丸って俺と言った銚子丸の何？味噌汁ランチ無料の？そうやって好感度上げようとしてんのよでもほんまに浮かんだ。あれうまいけど絶対計算だと思ったよ。いやほんとうまいよな銚子丸。日によっちゃねエビ汁まであったりしてあれ船の上で飲みたい。ああそうだな東京美味しいもの多すぎてっつってランチの味噌汁かよ。友達たくさん東京出てきたりしないの？地元の高校とか中学の。あんまりないです。あんまいないんだ。京都だとやっぱ出てこないんだねこんなに。でも大阪とかうちの会社は京都出身の人結構いるけどな。いやーバチのタイミングで釣りがしたい。この間のここで富山くんにちょっとやられた後その後下流の方で次の日やったんだよね。でそれはまあそこそこいい釣りしたんだけど動画にできてなくてだからちゃんと動画セットした状態でやりたいなって思ってからそれ以降釣りに行けてないの。いろいろ予定があって3月ほとんど東京いないからバチの釣りだけ未練がある。あさってがラストチャンスかもしれない下手したら。月曜の夜確か何もなかったと思うんだよね。月曜日は朝からトリプルドラゴン集まってとある会社に行くの。
でその会社を買うんだよね。その交渉が合意して、その最終段階のクロージング締め日に向かって細かい打ち合わせをするんだけど、それによってブルーブルーの生産量も2倍ぐらいに増えるの。今もう品切れだっつってよくお怒りの方にどこどこ見習えってよく書かれて傷つくんだけど、はい。なんで傷つくかって言ったら、そのどこどこを見習えってとこの何倍も作ってんの。でも店頭にあるのが全てだからさ、店頭にずらーって並んでるのと品切れでねないうちを見ると、うちが作ってないんじゃないかって思うのはわかるんだけど、もう2倍とか3倍作ってんのにどこどこ見習ってもっと作れって言われるとすごい傷つくんだよね。ありがたいことだけどね。今後海外を見据えると、今の生産量相当増やしてきたけど、立山工場も限界なんで、もう一つ工場一気にね倍増させるために大きな動きをしてて、それが何時に終わるか次第なんだよね。さすがに相当大事な社運をかける話なんで、バチ抜けの試合を気にして早く終わらせられない。午後からスタートするんだけど、バチ抜けの試合考えたらさ、3時には終わって5時には釣り場ついてマッチたいとかなるじゃん。どこでやるにも月曜日はすごいと思うの、場所取りも。だから夕方からっていうのを、それでちゃんと打ち合わせ満足できないのも本末転倒なんで、だからまあ月曜日はもしかしたら無理かもな。あと3頭で終わります。あと3頭で釣る。ダメか、ラスト1頭。よし、帰ろう。帰ろうぜい。3時過ぎた。帰ろう。一人は僕らと同時に入ったから、そう簡単には帰らないんじゃないかな。うちらもまだ1時間ぐらいしかやってないじゃん。同時に入ったって言っても、その人も最後ここ見に来て終わりって可能性もある。着水音なくなったもんね。それまでずっとパチャーンパチャーンっていうのが落ちてたから、さすがにみんな眠くなっちゃったね。3時。だいぶ長い時間釣りしてる。そっちの水道浴。ここって誰でも使っていいのかな。こうやってミーティングとかやってていいのかな。人集めて TK に認知されたことを祝う会みたいな。ここでやります。あそこでもしかは使ったやつだけ洗いたい。釣れてー。じゃあ6月 GT だからあと3ヶ月だから筋トレしとかないとね。毎日1回ガレージあるじゃん、バイクが置いてある。あそこをこう雑巾がけすんの、こうタッテッテッテッ、毎日1回やってたらバッキバキに腹筋背筋つくんじゃないかな。一休さんのオープニング見たことない？アニメないよな。一休さんってバキバキなんですか？雑巾がけか。雑巾がけ。一休さんバキバキではないけど非常に締まってたと思うよ、あの生活だから。千と千尋やったら分かりますよ。一緒です、一緒です。あれやりましょうってやつですね。いいじゃん、千尋作戦。髪型似た感じだからいいんじゃないの？あれ違う？髪型。まあまあ似た感じでは小学生みたいな感じ方してました。おにぎり食って泣くんだよね。さあ帰りましょう。